皆さんこんにちは、フーディーボーイです。以前の動画で究極の名古屋飯っていうのを紹介させてもらいました。その動画の中で岐阜にあるんだけれども名古屋からが一番行きやすいっていうことで柳屋さんというお店を紹介させてもらいました。柳屋さんのことを知らない方のために簡単に紹介させてもらいますと、岐阜の山奥にあって山菜、きのこ、川魚、ジビエなどの天然食材とブルゴーニュから直接買い付けているワインが売りの完全紹介制のお店です。要は一元さんお断りっていうことです。全席完全個室でいろりと焼き師が一組ずつについて風情おもてなしともに最高の店です。数年前までは何年間も連続で食べログ全国1位を獲得しています。食べログゴールドも4年連続受賞していてミシュラン2つ星も最近取っています。そんなお店なんですけれども、どれぐらい行く価値があるかっていうのは前回の動画で説明しましたが、一生に一度は奮発していく価値ありだと思っています。その理由がですね、気になる方は他にも名古屋のおすすめグルメと合わせて紹介しているので、よかったら以前の動画を見てみてください。で、今回なんですけれども、本当は完全紹介制で一元さんお断りのお店なんですけれども、一元さんでも予約が取れる裏技っていうのがありまして、それを今回紹介すると前の動画でお約束しましたので、それをなんと今回教えちゃいたいなと思います。今回はですね、その裏技で予約できる方法っていうのも見た後にぜひ最後まで動画を見ていってほしいなと思います。というのもですね、ここのお店はシーズンごとにメニューがガラッと変わるので、僕も初めての時そうだったんですけれども、いつ行くのがいいのかってすごく迷うんですよね。なので今回の動画では裏技の予約方法を説明した後に、柳屋に全シーズン行ってきた僕がですね、シーズンごとに出てくる料理と一番おすすめの季節っていうのを柳屋さんのお食事風景とともにお伝えしようと思います。で、動画の中身に入る前に皆さんにお願いがあるんですけれども、今回みたいにあまり知られてないグルメ情報とかもっとおすすめのお店っていうのを知りたいよっていう人はチャンネル登録と高評価を忘れずにして応援してほしいなと思います。それではまず一元でも柳屋さんの予約を取る方法なんですけれども、とても簡単です。先に名古屋にある支店の柳屋錦っていうお店にまずは1回行きます。そこは一元さんでも OK です。そこに一度行けば本店の柳屋さんにも行けるようになります。ほんとそれだけで行けちゃうようになっちゃうんで、割と緩い方の完全紹介制っていう感じだと思います。名古屋に2回足を運ぶとなるとお金が余計にかかって大変なんですけれども、行きたい季節を2つ選んで、最初は錦の方で、次は本店でという風に計画していけば、それはそれでいい楽しみ方ができるんじゃないかなと思います。といっても、じゃあ支店のその錦っていうところと岐阜の本店って何が違うのっていうのを皆さん気になると思うんですけれども、一番大きな違いは錦の方はいろりが一つで焼き師も一人で焼いているっていうことですね。場合によっては火入れが本店よりも安定してて美味しい説っていうのもあるんですけれども、いろりが一つなので雰囲気は断然本店の方がいいですね。ただ本店では出てこないすっぽんとかの料理も錦では出てくるので、いいところと悪いところあると思います。で、実際にどうやって予約するのかっていう話なんですけれども、まず予約方法は電話で OK です。時期としては半年ぐらい前に予約しておけば確実で、1、2ヶ月前ぐらいでも時期によっては土日で予約取れたっていうこともあるので、そんなに超予約困難店っていうわけではないです。本店の場合は最低人数は4人からと決まっていて、さらに6人以上なら送迎バスに乗せてもらえるっていうルールがあるので、タクシー代が浮くように6人以上で集めていくのをお勧めします。山奥とは言ってもランチとディナーどちらでも東京からなら日帰りできるっていうような感じです。それでは次にシーズンごとのメニューを紹介していきたいなと思います。まず結論から言うと、私のおすすめのシーズンはですね、肉好きの方は冬、肉以外にもいろいろ食べたい方は秋がおすすめです。秋は圧倒的に店的には利益率っていうのが低いらしくって、客側からしたらコスパも最高かもしれません。実際に店員さんがそう言ってたので。それでは何が違うのか、写真と動画でそれぞれの季節の特徴を交えながら紹介していきたいなと思います。まず最初に春なんですけれども、春は山菜が豊富に出てくるのが特徴です。他にアマゴとかアユなどの川魚とイノシシ、鹿、カモなどのジビエも出てきます。実はこの時期一番おすすめしないです。なんでかっていうと、山菜自体はとっても美味しいんですけど、
天ぷらとかでも出てきちゃうんですよね。柳屋の大きな醍醐味っていうのは、僕としてはやっぱりいろりの炭火で天然食材を焼いて食べるっていうところなので、山菜が多いと正直本領発揮できないんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですよね。また基本的に自然界に生きている動物っていうのは冬前までに栄養を貯めるっていう習性があって、冬を越しちゃってからだと脂の乗ってない肉になりがちかもしれないなと思うんですよね。それでもめちゃくちゃ美味しいですし、脂身より赤身が好きだよっていう人にはいいかもしれないと思います。あと肉は 2,3 種類ぐらいしか出てこないので、もっと食べたかったなと思った印象があります。その代わりおそらく予約は一番取りやすいシーズンだと思います。次に夏なんですけれども、この時期はたくさん鮎とかの川魚と、あとうなぎが出てくるのが特徴ですね。メニューの構成としては山菜、鮎などの川魚、うなぎにプラスしてイノシシ、鹿、鴨の肉のどれかの2種類が出てくるっていうような感じですね。春よりはおすすめです。鮎が干物と丸焼きの両方で食べられたりとか、それ以外にもアマゴもあったりとか、本当に川魚が豊富なんです。そしてなんといっても天然のうなぎがあるのが春と比べて大きな違いでおすすめする理由です。ただしこの時期もまだジビエ肉の本領発揮とはいかないかなと思います。次に肉以外にいろいろ食べたいっていう方に一番おすすめの秋なんですけれども、このシーズンは鮎、うなぎ、ジビエだけじゃなくて松茸も丸ごと1本焼いてくれちゃいます。他にも普段は馴染みのない取れたてのキノコ類が出てきまして、ジビエもこの時期はだいぶ脂が乗ってきてとても美味しいです。最後に冬なんですけれども、肉が大好きっていう方はもうこの時期しかありません。12月は熊肉、1月から3月は鴨肉が食べられます。先日2月に行った際にはネギマ、コガモ、オナガガモ、イノシシ、鹿、あと常連しか食べれない秘密の肉っていうのが出てきて6種類合計出てきました。冬にしかない名物の塩大根っていうのがつまみで出てきて、最後に鍋でフィニッシュって感じです。12月の熊肉は食べたことないんで今度行ってこようかなと思います。需要がありそうなら12月の熊肉祭りも動画にしようかなと思います。最後にどれぐらいお金がかかるのかっていうのをお話しします。お料理はお任せのコースのみ、要はアルカルトはありません。で、お値段は12,000円っていうのが全シーズン共通になります。この12,000円っていうお値段に対して僕はコスパがいいと思うんですよね。前回の動画で高いお金を払えば美味しいものは食べられるのは当たり前だろうとか、コスパ悪くないっていうようなコメントもあったんですけれども、確かに1回の食事で12,000円って考えると高いです。でも手間暇っていう意味での人件費っていうのと食材の希少性っていうことを考えたら割安かなと思います。どういう手間暇がかかってるかっていうと、焼き師が一人一人ついてくれて焼いてくれるので、その手間暇は当然なんですけれども、見えないところで言うと基本的に天然の食材を使っているので、川とか森へ行って食材を仕留めて取ってくるっていう手間暇ですね。仕留めるといっても自然界に生きている動物なので、家畜とかとは違って動いているものを苦しませずに一発で仕留める必要があるっていうのもやっぱり大変なことですよね。しかもお店の人に聞いた話だと、人里に近いイノシシとかだと人が食べるものに近いものとかも食べちゃってるらしくって、そうするとあんまりいい味がしないみたいなんですよね。なのでなるべく森の奥の方へ行って天然のどんぐりとかをたくさん食べてるイノシシっていうのを狙うみたいなんですよ。そういったこだわりもあるみたいです。だから人件費っていう面では結構かかってるにもかかわらず割安だと思います。さらに天然食材っていうのは希少だっていう話なんですけれども、どういうことかっていうと、基本的に家畜とかと違って牧場を設けてたくさん交配させていっぱい育ててればいいっていう話じゃなくって、自然の生態系を守りながら限りある資源として捕獲していかなきゃいけないっていうのがあるので、そういう意味では天然食材っていうのはやっぱり希少だと思います。取りすぎちゃいけないので、そういうことも考えるとお得なんじゃないかなと思います。またこのドリンクはワインが売りなんですけれども、店主が直接ブルゴーニュに行って買い付けているので、普通のお店で飲むよりも高級ワインがかなりお得に飲めるっていうのが特徴です。ボトルの値段は結構幅広く用意されていて、安いものであれば5、6千円台のものもあったかなと思います。
高いものでも結構いいランクのワインが1万円とかで飲めちゃうっていう感じです。どんなに飲み食いしても1人だいたい2万円は越さないで飲み食いできると思えば OK です。本日の動画はこちらで以上になります。柳屋に行ってみたいな、美味しそうだなと思った方は高評価をお願いします。今度は一元さんでも普通に予約が取れる東京の柳屋と言われているお店も紹介したいなと思うので、そちらが気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。